写真に写ってるもやみたいなものですね。あ、これ写っちゃってるみたいなやつ。はい、林正寺住職の共有です。今回は霊について科学してまいりましょう。科学とはもともと知るという意味ですから、霊というものについて知っていただきたいということですね。この動画をご覧いただくと、霊に対しての知識が高まるとともに、目に見えないものに対しての恐怖がだいぶなくなると思います。身近な人を亡くした方にとっては、少しでもその寂しさや悲しさが軽くなればと願っております。前回の栄光供養のお話にも重なってまいりますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。ちなみにこの説は戸田共有の霊に対しての説です。私が日蓮宗のお寺に生まれて、様々な修行の中で得た知識、情報、体験を元にしたお話です。これが正しいとか、こうしなければならないということは決してございませんので、安心してご覧ください。いきなり霊って言われても何が何だかわからないと思いますが、普段の生活の中でも結構使われている言葉ですね。例えば先祖代々の霊とか、ご霊前ですとか、心霊現象、霊魂とはよく聞くワードだと思います。怪談和尚で有名な三木大雲和尚様の霊的なお話はとても面白いですね。では霊についてお話ししてまいりましょう。坊主チャンネル。霊とは一言で申しますと、プラズマ体という動ける気体です。自由に動ける気体を想像してみてください。何か幽霊のものを想像したんではないでしょうか。写真に写ってるもやみたいなものですね。あ、これ写っちゃってるみたいなやつ。実際に見えるという人がいますけれども、見える人にとってはその見え方も様々でそれぞれ違うようです。日蓮宗では人が亡くなるとお葬儀でしっかりとご供養すると霊前浄土へお旅立ちになると言われております。ここで一つ言えるのは、霊が体から抜けるというそういう考え方です。例えばこうです。風船を膨らませて口を縛りますと一つの風船となります。ポンポンと弾ませたり水に浮かばせたりすることができますが、衝撃が加われば破裂したりします。そうなると中に入っていた空気は元の大気中に戻りますね。水風船もそうですね。海水の入った水風船があるとします。中の水は個別の水だと思われますが、もう一度その水を海に返せば同じ海水になるんです。一つの水風船がそこにあったというのは確かな事実です。人間も同じような状態にあると言えます。霊が肉体に入っているから人として機能しているという定義です。抜けたら死んだということになって肉体は機能しませんから火葬して納骨します。ご供養されればしかるべき安穏な世界へとワープできるといったような概念でしょうか。ご供養されれば霊前浄土という良いところでおくつろぎいただけますけれども、供養してもらえないとそのままの精神状態で居続けるということですね。苦しんだり悩んだり、じゃあそこで一体何をしているんだろうということになりますけれども、生きている時と同じような状態ですから、体がないだけですので生きている時と同じような状態にあります。ボケーっと宙を見ながらさまよっていることが多いのではないでしょうか。死んだということに気づいていないのですから。ともすればこの世には行き場のわからない霊がうじゃうじゃいるということにもなりますね。
ただ見えないだけで、それが自爆霊とか浮遊霊とか悪霊とか呼ばれるものになります。心霊スポットと呼ばれる場所や事故現場等では本当に怖い思いをされたというお話をよく聞きます。本当に近寄らない方がいいですね。なんとなく霊というものがお分かりいただけていることかと思います。もうお気づきかと思いますが、あなたも霊なんです。坊主チャンネル、人型に入って人として機能している霊ですね。本当に怖いのは、たたってくる霊でも自爆霊でも浮遊霊でもなく人なんです。一番力があり行動できるのは人に入っている霊ですね。良い霊があれば悪い霊もあるということです。この地上においては肉体があった方が作用しやすいということですね。例えるなら、念ずることと口に出すということの違いです。霊は肉体がありませんから思念体とも言えます。思念によって目的があれば達成しようとするわけです。残留思念という言葉もあり、それについてはこんなお話もあります。映画館に行った人がコーラを飲みたくてしょうがなかったんですけれども、結局コーラを飲めずにそのままお帰りになったと。次に来た人がその席に座って飲み物が飲みたくなって買ってきたものはコーラだったという、そういうお話です。あとは事故現場や自殺の名所で頭が痛くなったり気持ちが悪くなったり悲しくなったりするというのは、そこで亡くなった方の残留思念、悲しみや苦しみがそこに残っているからだと言えます。とにかくマイナスの波動がそうさせるのです。これを踏まえて、ただ思うことと口に出すことの違いを考えると一目瞭然です。暑い日に喫茶店に入ってもう喉はカラカラです。自分はめっちゃ冷たいコーラをシュワーッと飲み干したいわけです。もう早くコーラをもう超飲みてーと思いながら店員さんの顔を見て一言コーヒーホットでくださいと言ったら、飲みたくもないホットコーヒーが運ばれてきます。思っていることより口に出すことの方がはるかに力があるということです。言葉は言霊とも言います。これも例ですね。声帯を通して言霊という波動を使い伝えた方がはるかにたやすいんです。私の声帯の先生は遠隔施術もされるんですけれども、距離は関係ないと言いながらやっぱり直接触った方が早いよねとおっしゃっております。というわけで、実際に口に出したり行動したりできるのが人間です。人間として機能しているあなたはやがて殻を持たない霊となるのです。ここまでの話を踏まえますと、この世が修行の場であることを認識し、明るく前向きに精進して神仏やご先祖様、自分を大切にしていれば、しかるべきところへ行ってご供養を受け、やがて次のレベルアップができるように生まれ変わることができるでしょう。しかし何の努力もせず欲にまみれ自らを高めようとしなければ、またそのまま生まれ変わって同じような一生を送ることとなります。また生まれ変わることもできずにさまようのかはあなた次第です。気がつくってことが大事ですね。ご家族、近しい人を亡くされた方は寂しい悲しい思いをなさっていることとお察しいたしますが、個人様のお姿は見えませんけれども、そのお心、霊魂は消えませんのでご安心ください。しっかりとご供養なされば、あなたの心も次第に楽になってきます。それは個人様も同様のことなのです。
ここで生まれ変わりという言葉が出てきましたが、これを仏教では輪廻転生と言います。輪廻転生については次回に譲るといたしましょう。チャンネル登録をしていただきましてお待ちください。チャンネル登録お願いいたします。かなり霊というものが身近であるもの、さらには自分自身が霊であるということをご理解いただけたと思います。と言いますか、自分も霊だったなんてという感じですね。これについては1999年のアメリカのミステリー映画シックスセンスが有名ですね。初めてこの映画を見た時の衝撃は忘れることができません。ああ、こういうことなんだなって感心いたしました。いろいろな修行をし、また知識を得た後からでも本当にこうなっているんだなとつくづく思います。最後になりますが、この肉体があってからこその修行です。生きているうちに善行を積んでいただいて、今より一歩でも二歩でも進んだ形で生まれ変わりたいですよね。それぞれに霊から人間となって、また修行を終えて霊となる。1回や2回じゃないようですね。最終的かつ最短なゴールは気の遠くなるような話ですが、もうこの地球上に生まれてこなくなるということです。この話は次の回でお話しいたしましょう。すべての話はつながっていますから、今日はこの辺で失礼いたします。